て言われるのもあんまり好きでない。バカの一つ覚えって言ってくれる方がよっぽどいい。鍛冶屋さんでいいです。チャーシューはラーメンの花形なんで力をお借りしながらラーメンを作り上げてます。いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。三輪刃物工場の三輪と言います。今日作る包丁を教えてもらってもいいですか？これ菜切り包丁の牛刀型っていう形の包丁です。鋼材は安木鋼の青紙1号っていう鋼使ってまして、でこれ黒く見えますけど、地鉄はこれステンレスなんです。柔らかいステンレスです。でやってるんで、この、表面とこの中が腐らない、錆びていかないっていう特徴がありますね。パッと見重そうに見えるんでね、持たれたらびっくりされることが多いですよね。あんまり軽いんで。昔はこういう船行き型っていうんですよ。これも菜切りですけど出刃じゃないんです。これと四角いのばっかりだった。でそれから三徳か、どっちが先か分からない。入ってこれが先かな、文化型っていうので増えていった50年ぐらい前はね。
今だいたい1本にどれぐらいかかりました3から40分、1時間までかかってないと思うんで、1日何本ぐらいできるんですか？最後の製品になるまでは2本ぐらいじゃないかなと思うんですよ。一番緊張するとことかあります？焼きすぎだけは気をつけますけど、焼きすぎたらもうパーになっちゃうんで、慌てないことを。タイルか分かります？はい。ここわざとタイルにしてるんじゃないんですよ。お風呂だったんですよ。狭いから2台半も置くことで、ここのお風呂壊してこれ置いたんです。だからここタイル。小学校5、6年ぐらいだったから多分50年ぐらい前。これもね、だからその頃にこれ据えたんですよ。ハンバーとつく時にこれぐらいでどつけばいいものをやっぱりこう伸ばしてこっち向きにとつくもんだから、だんだん前傾斜してる。でも確かに横から見るとよくわかります。こんなに普段喋んないですよ。昔は喋んなかったって言った方がいいかな。だからね、お客さん来るとすごく嬉しくて、今日もね撮影してくれてすごく。でね、ほんと一人でいる時間が多くなって人来たら嬉しくてペラ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 喋ってるんですよ。さてさて、長靴です。結構火の粉飛ぶんで眼鏡も買います。普通の眼鏡だけど仕事用は本当に傷になるんですぐ。でここ直すんで向こう行ってまた炙って焼いたことになるんですよ。その時にバリがあったらまずいんですよ。成形した時にバリにこういう引っかかりが出るじゃないですか。これ残ったままだとねまずいんですよ。ちっちゃいことだけど取っておいた方が仕上がりは綺麗になる。ここからは印入れるだけです。S はステンレスの S です。スペシャルじゃないです。じいさんがテルゴって言うんです。テル、そこからねテルミツっていう名前をつけて始めたのが99年前です。来年100年です。100年は通過点で入れたりね。もう一遍今度ちょっと待ってな。そっち戻るか。今度簡単な刃をつけます。あんまり薄くすると焼き入れで冷やした時にもうぐにゃぐにゃになっちゃうんで、本当に目を取るぐらいの程度です。これでとりあえずもう焼き入れやってます。これ私がやりかけた頃に買ったもう40年ぐらいの、これもそういう土地があるんだけど、焼き入れ温度っていうのがまあ800弱だからもう完全にドロドロ溶けてる。ある程度つけといて水で冷やす。今炭かぶせて粉にして空気触れないように泥塗ってます。で余熱です。450ぐらいあるかな温度です。ちょっと低いかな。ここの温度は35、6度じゃないかな。
の違いで結構音も変わってくる。今のが780度ぐらいだから、白紙が760度ぐらいなんで若干違うかもしれない。このステンレスの割り込み包丁って、胸まで鋼があるんで、今短かったと思うけど、これでもちょっと長い目なんですよ、冷やす時間が。水蒸気ばっか遅くするんで手に振動が来るんです。その振動が消えるか消えないかでこれ上げるんです。振動なくなってしまってあげたら冷えすぎなんで、手の感覚です。そこしか頼るとこないです、こればっかりは。今もう焼き入れたまんまの硬い状態だからちょっと粘くするために戻す。これ油入ってるんですけどね、これまだ外気と同じぐらいなんでちょっとつけるの早いかなって。でこれ焼き戻しの油、これ揮発性の悪いゲド油なんで、これ灯油で洗います。3本なんで。原始的な方法ですけど、ストーブですよね。少し温めた方が戻りやすいんで。そう作業を見させていただいて、一つ一つをちゃんと丁寧にっていうのがすごい伝わってきます。それはもちろんですよ。これはね、本当に自分全部工程やってるからだけど自分のためですよね。どっかで手抜いてたら最後までそれが響いてくるんで、やることだけは最低限のことだけやっていかないとっていう感じかな。やってたらね、何かおかしいことやったら分かるんですよ。違和感が分かるっていうか、間違いが分かるっていうのが。だからやっぱり1年2年でできる話だけど、でもそれを職人技とは言わず、それは言ってはくれますよ、皆さん。言ってはくれるけど、なんかまだじゃないっていう感じがしますよね。そこまで呼ばれるほどじゃないんじゃないかな。鍛冶屋さんでいいです日本一ですとかそういうところになったらもうそこで終わりのような気がしてね、先がないような気がして嫌じゃないですか。まだまだ先があるぞって思った方がやってられるんでね。自分のモチベーションのためにやっぱりあんまり仰々しく言われたくないな。調子に乗りやすいから天狗になったら困るしねその時できることはしてますよ、大概全部。まだ先があるんじゃねえかなと。ただそこに挑戦するかせんかは別じゃけどね。大丈夫かな。ね、ごわんごわんしてるでしょ。前はもっと高かったんでしたっけ？そう。これ足だいぶ切ったから、この椅子もね10センチ弱上ちっちゃくなったからね。葉道ってこれをこうなってないようにスーッとなるように、とりあえずちょっとだけ起こして研ぎます。これで仕上げです。終わりです。
完成ですかな。完成じゃないわ。ここで歪み取るんだね。歪みがねじれる。はい、完成です。いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。灘井中華そば山金で代表を務めております太田徹と申します。昭和22年創業で今79年で、来年が80周年という節目を迎える年でございます。こちらですね。これはもうチャーシューを切る時のみ。あ、ですです。もう専用です。はい。チャーシューはラーメンの花形なんで、ちょっと思いはやっぱりありますね。はい。もう全然力入れてないですし、でやっぱりいい包丁なんで、ちょっと薄くなった時でもお肉がこうちぎれずにそのままスッといってくれるんで、すごく使いやすくて助かっております。やっぱ見栄えが良くなりますしね。はい。本当にうちでも人気商品のチャーシュー麺なんで、匠の技もはい、力をお借りしながら、一杯のラーメンを作り上げてます。本当の親身になって相談に乗っていただけますし、忖度ないご意見をいただけますんで。研ぎ直しに行かれたりとかは？します。はい、月1回ぐらい出すのかな。はい。長さが違いますね。そう。もともとこっち上も長かったんですけど、研いどったら短くなる。これ何年ぐらい使われてるんですか？2年とか。2年ででも研いでこんなに短くなるんですね。そうです。もう大事に使ってますんで。お待たせしました。こちらチャーシュー麺になります。